はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。ANA 特典航空券を利用してバンコクに行こうということで、さあ、ね、単純なような話なんだけど、単純じゃないんですよって、プロローグを前回お見せいたしました。今日から具体例をね、A パターン、B パターン、いろんなパターンを紹介します。一番簡単なのからややこしいところへ踏み込んでいきますので、もしね、途中で、難しいな、わからないなっていうことがあれば、コメント欄書いていただければ、後で補足の動画を撮ります。ANA の公式のホームページでログインをね、しないとダメです。で、ログインをした状態で、ここを海外を押します。で、特典航空券を押します。で、ここに特典航空券予約があるんです。ここまではね、実はログインしなくても押せるんですけど、これを押した瞬間、ログインしてないと先に進めなくなってます。で、ここの画面が6月の改正で変わりましたね。往復、片道、複数都市。上、予約と特典予約とます。この特典予約が黒い状態ですね。それからもう一つですね。今日の単純な話は PC でもスマホでも実は、大差ないんですけど、これから先どんどんややこしい話を進めていきます。ややこしい話になると、スマホって実はね、対応できないんです。PC のね、10倍かかってもね、検索できないことまで話をします。ですから、できる限り、PC でこの画面を見るようにしていただければ、いろんなね、ほんとね、前回お見せしたような2往復、ビジネスクラス7回、8回っていうようなもの乗れますのでね、ぜひよろしくお願いいたします。今日は単純な話ですから、スマホででも OK です。で、ここでですね、単純に東京からバンコクへ行きましょうっていう時にどうするかなんですけども、以前でしたらここの往復じゃないとダメだったんですけど、今片道発券が可能になってます。ということはね、もうね、単純往復をしようと思う人は片道発券している人が多いはずなんです。片道を押します。で、ここに東京って打ちます。で、東京って打つと、東京すべて、東京成田、東京羽田と出ます。東京すべてにすると、成田と羽田、両睨みができますので、こっちをおすすめします。行き先はバンコクです。で、これもですね、バンコク BKK とバンコク DMK と2つバンコク空港があって、バンコクすべてってあります。こっちは実は BKK 以外ないんですけども、こちらもバンコクすべてにしておきます。違う都市の場合はね、複数、例えば近場だとソウルがそうですね、ソウルが金浦空港とインチョン空港、台北もそうですね、桃園と、ちょっと読み方わからない松山空港であります。なので、必ずね、都市名すべての方にします。出発日ですけども、バンコクのね、東京バンコクのビジネスクラス、はっきり言って超人気路線です。超人気路線はね、もう予約が可能になったらね、取らないと取れないです。なので、ここをね、ずーっと後ろにしたら、ここで色が変わるんですね。この色が変わる前の日です。この7月10日にします。それからここを前後3日の空席を見ましょうか。と、クラスはビジネスクラスね。ビジネスクラスで行きましょう。で、人数は1人。これで検索をいたします。で、こういう画面が出るんですよ。当画面ではビジネスクラスまたはプレミアムエコノミークラスに空席のある日付が確認できます。また ANA 直行便以外の他社便、乗り継ぎ便を含めた空席状況となりますということでね、ここ全部空席ありってなってるんですけども、この注釈通りなんです。ANA 便のビジネスクラスがあるかどうかっていうのはこの先進まないとわかんないです。はい、この通りです。ご指定の検索内容に合うものがありませんでした。条件を変更して再度検索をしてくださいということで閉じます。残念。ただね、これ僕想定内なんです。戻ります。はい、さっきこの検索画面に戻ってきました。これね、日付ね、多分9にしないとダメですわ。はい、またこの画面で、さっきはここからエラーになりましたけど、どうですかね。あ、出た。よかった。
さあ、ここでですね、2つあるんですよ。左が ANA 特典、右がスターアライアンス特典。で、ここにですね、ANA 便を利用していいのかどうか、どっちも利用可になってますね。で、スターアライアンス便は、こっちは不可で、こっちは可になってます。で、提携航空会社は両方とも不可になってます。で、空席待ちは、左側 ANA 特典は可、スターアライアンス特典は不可になってます。それと最低必要マイルが ANA 特典は42,500、スターアライアンス特典は31,500。これがね、この6月の改正で今、異様な状況になってるんですよね。まず一番下の必要マイルからいきますけども、2025年6月に ANA 特典の方だけ異常にね、バーンって必要マイル上げられちゃったんです。6月まではね、スターアライアンス特典も ANA 特典もそんなに変わらなかったんですよ。だからね、こっちがお得じゃなくて、こっちが異常に上がってるんです。ただね、この状態いつまでも続くとは思えないんです。ですから、スターアライアンス特典もそのうちね、こっちのマイルになりますんで、もうこんだけ差があるんだったら僕はこっち一択かなと思うんですけど、今日はね、簡単な話、ANA 便でバンコクに行こうという話をしますので、この話はね、次回いたします。それと上の方にありますけども、ここのね、空席待ちがね、こっちはできますよ、こっちはできないですよ。これが実は大きいんです。なのでね、ちょっと下見ていくんですけども、これは夜中の0時5分発バンコク4時35分着。あ、これは予約できますね。次の分です。1時間遅れ、1時半発で6時着は空席待ちになっております。からその次が朝便ですね。10時50分発で15時30分着は、これ予約可能です。から次の19時10分発23時55分は、これは予約可能ですね。この下は何だ？この下はちょっとよくわかんないんだけど、このグレーになってるのは予約できないんですよ。なるほど、なるほど。っていうことはね、全部で、4便ですか？ 1、2、3、4便中、1便だけ空席待ち。あとは空席ありですから予約可能です。せっかくですからね、空席ありの方をクリックしましょうか。これで、ここですね、必要マイルは42,500マイルです。上に書いてましたね。そうですね、42,500マイルです。これで次へを行きますよ。この画面が出てきたら予約に進むことができます。ただ私がね、持ってるマイルが42,000持ってないもんで先進めないんですけども、7月9日東京羽田、ね、0時05分発4時35分バンコク着、ANA で特典ビジネス789だからね、スタッガードのフルフラットのシートのいい席ですよ。で、お支払いが42,500マイルと燃油サーチャージ等の所税が21,280円ですね。これで予約は可能です。僕が11,648しか持ってないから、ここから先は進めません。進んじゃうと本当に発見されたらまずいのでしませんけどね。これをね、行きと帰り両方するんです。ですから今、予約が可能なのが来年2026年の7月9日が予約可能ですけども、7月10日以降はできないんですね。バンコクへそした3泊5日で行きたいなと思われている方は、7月の14日の帰りを取らないか。ということは、今日行きを取ります。で、5日後に帰りを取ります。これが一番ね、単純な話なんですよ。で、ここでですね、空席待ち、こっちをポチンとした場合の話をしとかなきゃなんですけども、こっちをポチンとします。はい。これで予約可能な画面になったんですけども、ここから先に進むと空席待ちになります。で、空席待ちになったらどういうことになるかなんですけども、この画面見ても私が空席待ちの何番かってわからないですね。で、コールセンターに電話をしたら、コールセンターのお姉さんが
はい、あなたは何番目ですよって教えてくれます。ここはあくまでも予約状況、空席待ちとしかありません。けど、実際この中にね、私が1番目なのか、5番目なのか、100番目はないんですけどね、わかんないじゃないですか。これは、ここをポチンとした後で、ANA コールセンターに電話をしたら、あなたは空席待ちの1番ですよとか2番ですよとか教えてくれます。問題はそこから先です。今度は僕が空席待ちの1番だってしませんか。1番だったらね、誰かキャンセルしたらね、僕乗れるんだって思ったら大間違いです。私は平会員なんです。平会員はね、上級会員のね、しもべなんですよ。ここむちゃくちゃ大きいポイントなんですけども、マイレージの会員のクラスが高い人が私より後にね、空席待ちをした場合、この1番、空席待ち1番の優先順位は私じゃなくて、上級会員の方に移ります。その後でまた上級会員の方が予約待ちをかければ、僕ね、1番だったのが2番になって3番になって4番になって、どんどん後ろになっちゃうんです。ですから、超繁忙期で空席待ちをした場合、早いタイミングでね、降りてきたら、他の人が空席待ちをする前に取れるかもしれませんけども、時間が経てば経つほど、私の順番がね、後ろへ行く可能性があるんです。ですから取れない可能性がどんどん広がっていくわけです。なので、僕は空席待ちは一回もしたことないんですけど、空席待ちをされる場合はそういうもんだと、取れたらラッキーだなと思っていただければいいのかなと思っております。それでね、先ほども話した通りです。ここの必要マイルがね、ANA 特典だと42,500マイルです。スターアライアンス特典だと31,500マイルです。これ、片道なんです。ということは、ANA だと往復85,000です。スターアライアンスで往復63,000なんです。2万マイル以上違うんですよ。同じ行き先なのにね。これはないわって思う人と、いや、それこまで出しても ANA に乗りたいんだという人といらっしゃると思うんですけども、さあ、ここを見てくださいよ。一番上。ANA 便。ANA 特典乗れるの当たり前ですわ。スターアライアンス特典に、利用可になってるじゃないですか。っていうことはね、どういうことかっていうと、バンコクに行くのに ANA 便に乗りながら、こっちが適用されたら必要マイルは往復で2万マイル以上下がるんです。何それっていうことが起こります。それはね、これから先に話をします。で、次回はこっちですね。スターアライアンス特典で直行便をしましょうっていう話をいたします。ぜひチャンネル登録をして、この先もご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。